これが北朝鮮の OS。 いやとんでもねえ。はい、ということで今回はですね、なんと禁断の OS と言われている北朝鮮 OS ゲットしてきましたので、早速インストールしてみました。皆さんこれ絶対に真似をしないでくださいね。何か起こっても責任は取れません。なぜかと言いますと、この OS には色々と黒い噂がありまして、あるセキュリティ企業の調査によりますと、国が国民を監視するために作られた OS ということが判明しているんですね。ですから僕もリスク管理としまして、まずはこのパソコン一旦まっさらな状態に Windows を入れ直して、そしてその中にですね、こういったバーチャルの空間、仮想空間を作り出し、その中にこの北朝鮮 OS をインストールしたんですね。ですのでこの中でもしこの OS が暴れ出したとしても被害を受けないよう万全の対策でテストしております。でこの OS 名前をレッドスター、朝鮮語でプルングンビョルというらしいんですが、皆さんこの画面を見てなんだかピンときませんか？そう、このデザイン昔の Mac にそっくりなんです。画面の下にずらっと並ぶアイコンたち、ちょっと並べて比較してみましょうか。ほら似ているというか完全に一緒やろっていうレベルですよね。ちなみにですね、今回インストールした OS はレッドスターのバージョン 3.0。 実は北朝鮮の OS って歴代のデザインが完全にパクリなんですね。これが初代のレッドスターバージョン 1.0 です。どうでしょうか？なんだか見覚えがありませんか？そう、これは Windows XP にそっくりなんです。でデザインだけじゃなくてですね、操作方法まで完全に一緒だったそうなんですね。でこれが次のバージョン 2.0。 今度は Windows 7に酷似しています。Windows 7のロゴだけを変えたという感じでしょうか。操作感なんかも全く同じです。そしてこれが今回インストールしたバージョン 3.0。 急に Mac になったんですね。これなぜかと言いますと、この 3.0 は今の北朝鮮のトップキム・ジョンウン時代に作られたものでして、彼は Mac の大ファンらしいんですよ。ですから急遽このデザインになったという噂です。はい、ということでですね、今回はこのバージョン 3.0 インストールしてみましたので、いろいろと紹介していきたいんですが、まずインストール中に鳥肌が立った画面がこの画面です。これはタイムゾーン、つまりこのパソコンをどこで使いますかというのを選ぶ画面なんですが、初期ではもちろん北朝鮮になっていました。でここを押すとですね、なんと4つしか選べないんです。普通タイムゾーンって世界中選べるのに4つしかないっておかしくありませんか？つまりこの4箇所以外では使うことが想定されていないってことですよね。じゃあ2つ目見てみましょうか。はい、そうするとロシアになりました。そして3つ目を選んでみると、なんと東京なんですよ。そして4つ目にしてみるとですね、はい、次は大阪なんですね。どういうことって思いません？4つのうち日本が2つも入ってるんです。この OS 日本で使うことってありますか？まさかですね、北朝鮮がこの OS を日本に輸出して日本で流行らせようなんて思ったことはないと思うんですね。じゃあそれ以外の可能性は何なのかっていうのを考えてみたんですよ。このパソコンをわざわざ日本に持ち運んで作業をする人、そんな人います？いやまさか。そんなわけないですよね。ちょっと気になっただけです。はい、それでは続いて見ていきましょう。僕が次に面白いなと思ったのはですね、実はここカレンダーなんですが、立ち上げてみると、はい、なんとですね、ここを見てください。115年って書いているんですね。そう、北朝鮮の暦がこれらしいんですね。でこの文字を調べてみるとですね、どうやらこれチュチェ115年って書いているらしいんですよ。北朝鮮ではキム・イルソン総書記、つまり北朝鮮の初代の最高指揮者、この方が生まれた1912年を主体として年が数えられるらしいんですね。ですので今年115年になるんですって。いや、こういうところが垣間見えるってちょっと面白いですよね。そして次はですね、こちらがインターネットになるんですが、アクセスをしてみるとですね、はい、一応ですね、ネットからは遮断していますので接続はできないんですが、ここに書かれている情報を見てみるとですね、ここに 10.76.1.11 って書かれていますよね。これはプライ
ベート IP と言いまして、つまり世界のインターネットに向けてアクセスしようとしているんではないんですね。なんとこれ北朝鮮の中だけで使えるネットワーク内、そういったところに接続しようとしているんですよ。ですから日本からはアクセスできないんですね。つまりはですね、北朝鮮の人はこういったブラウザを使うことしかできませんので、実は世界の情報を取得するということが一切できないんですよ。 Google も YouTube も TikTok も全て遮断されてしまいます。そして見れる情報というのは北朝鮮が用意した北朝鮮にとって都合のいい情報ばかりなんですね。なぜ独自 OS が必要なのか。で、冒頭でも言いましたが、この OS は国民を監視するために作られた OS、 そういった噂があるんですが、じゃあなぜそのようなことをする必要があるのか、これを説明するためには先に北朝鮮のお国柄というものをお話ししなければなりません。北朝鮮ってね、ご存知の通り独裁国家です。キム一族による世襲体制が続いていて、国民の自由もかなり制限されています。で、国民めちゃくちゃ貧しいんです。1990年代には苦難の行軍と呼ばれるとんでもない食糧飢饉が起きています。この時の死者数についてはかなり諸説あるんですが、一説には200万人から300万人規模が亡くなったと言われているんですね。300万人って当時の北朝鮮の人口が2200万人ですから、もしこの推計が正しければですよ、実に国民の7人に1人近くが亡くなった計算となります。いや、とんでもないですよね。でね、なぜここまで大勢の人が亡くなってしまったのかと言いますと、北朝鮮の多くの人は食事を国からの配給に頼っていたんですよ。北朝鮮は社会主義国家ですから、日本のように個人が自由に商売をして資産を築けるという社会ではありません。当時は特にですね、仕事から食料まで国家への依存度というのが非常に高かったんです。ところがですね、当時ソ連が崩壊した煽りを受け、北朝鮮の経済は悪化し、燃料や肥料などが不足しました。さらにそこにですね、洪水などの自然災害まで重なり、農業産業は壊滅的ダメージを受けました。結果、国家の経済力はついに限界を迎えるんですね。国民には十分な食料を与えることができなくなり、その結果大勢の人が餓死や栄養失調、それに伴う病気などで命を落としたわけなんです。そして恐ろしいのがですね、この食料問題、昔話では終わっていないんですよ。今お話しした大飢饉というのは1990年、つまり今から36年も前の話なんですが、その時の配給停止、実は今もですね、一部を除き止まったままなんです。ですので今も多くの北朝鮮の方はですね、常に食糧難と戦いながら生き抜いている、そういった状態らしいんですよ。最近 WFP、国連の調査ですね、これによりますと、北朝鮮では今も人口の4割以上、およそ1000万人以上が栄養不足の状態にあるとされています。そういった状態にさらに情報統制ですよ。先ほども言ったようにですね、一般の国民はインターネットを介し、外の世界を知るということができません。国が用意した都合のいい情報しか見ることはできない。つまりはですね、飢えていて自由もなく、外の情報も入ってこない。この状態の国が一番恐れているものって何だと思います？国民が外の世界を知ってしまうということなんです。すぐ隣の韓国では、元は同じ国だった同じ民族が飯を普通に食って好きなドラマを見て政治の文句を言いたい放題言っているわけです。でも北朝鮮の多くの国民はそのことを知らない。それを知られた瞬間、この国は持たなくなるんです。ですので北朝鮮では外国の情報を手に入れる行為、これ自体が犯罪に当たってしまうんですね。映像関係で言いますと、特に韓国の映像なんかを見ると犯罪になってしまうんです。しかも軽い罪ではありませんよ。2020年12月にできた反動思想文化排撃法、こういった法律がありまして、この法律により韓国のドラマを見た人、なんと最大15年の強制労働、そしてその映像を人に配った人、死刑です。これやばくないですか？映像って言ってもドラマとかですからね。戦車の設計図とかそんなものではありません。韓流の恋愛ドラマを見たら15年強制労働、配った人は死刑なんです。いや、これを聞くと日本に生まれてきて本当に良かったなと思いませんか？で、ここまでする国がですよ、なぜ OS まで自前で作ったのか、そう、皆さんもうお分かりですよね。
それでも見るんです。国民は15年と言われようが死刑と言われようがですね、見たいものは見てしまう。特に人は規制されると余計に興味が出てしまうんです。隣の国のドラマって面白いらしいぞ、そういった噂はですね、どんなに壁を作っても入ってきてしまう。こういった好奇心って止められないんですね。じゃあですね、インターネットがつながらないこの国で国民はどうやって韓流ドラマを見ているのかと言いますと、その答えが USB メモリーなんです。誰かが国境を越えた際にこっそり持ち込んでくるんですね。そしてそれが国内でコピーされ手渡しという形で回っていく人力です。そう、この国では USB メモリーこそが自由の運び屋なんですよ。国はなんとかこれを潰したい。ここでレッドスターがやっていることがえげつないんです。USB メモリーをこのレッドスターに挿した瞬間、 USB 内の全てのファイルにですね、このパソコンの識別番号、これが見えない形でこっそり書き込まれるんです。ですからこの USB メモリーのデータを解析すれば、このファイルはこの機械を通りましたよという証拠が出来上がるわけですね。そして一番えぐいのがこの印、どんどん増えていくんです。つまりはこの USB が手渡しにより5台のパソコンを渡り歩いたとしたら、印が5個増えるわけなんですね。で、最終この USB メモリーが運悪く政府の手に渡った時、誰から始まりどの順番で伝達していったのか全てがバレてしまうんです。この5人全員アウト。そう、当局が欲しいのは一人ではないんです。芋づる式で情報が欲しいわけです。そのために OS ごと作ってるんですね。いや、怖すぎるでしょう。消そうとするとパソコンが自滅する。じゃあですね、その機能を消せばよくないって思ったかもしれません。パソコンに詳しい人であれば消せそうな気がしますよね。これが無理なんです。この画面見てください。これがですね、レッドスター内の監視ソフトと言われているんですが、この監視部分を下手にいじろうとするとですね、 OS がわざと壊れます。そう、パソコンがシャットダウンするんですよ。で、再起動すると今行った変更っていうのが全部巻き戻っていて、監視機能も復活する、こんな仕組みになっているんですね。しかもこの監視プログラム、名前がウイルス対策ソフト、セキュリティソフトという名目なんです。これやばくないですか？つまりあなたを守りますよっていう顔をして国民を見張っている。一番信じているやつが一番の裏切り者っていうね、ドラマみたいな設定が標準搭載されているんです。誰が暴いたのか。それでですね、こんな話なんでお前が知ってるんだって皆さん思いませんでしたか？こんな情報を北朝鮮が発表するわけありませんので、本来であれば知りようがありませんよね。実はドイツ人の研究者2人がこの OS を解析して暴いたんですね。そのことはたくさんのメディアに取り上げられました。ドイツでは毎年行われる世界のハッカーたちが集まるでかい祭典、そういったものがあるんですが、そこでこの2人がですね、北朝鮮の OS 全部分析してきました、そう発表したんですね。で、今のことを発表したわけです。そう、僕は今回彼らの研究結果をもとにこの動画を作ったんです。そして彼らが最後に言ったのがこれです。これはバグではない。この OS は初めから国民を監視するために作られている。不具合で情報が漏れているのではない。漏らすことが仕事なんだ。このように締めくくりました。いや、怖い OS ですよね。そして面白いことにですね、その翌年今度はイギリスのセキュリティ研究チームがですね、先ほど見せたこの OS に搭載されているブラウザ、あれを調べたところですね、とんでもなく脆弱性だらけだったということが判明しました。具体的にはですね、このブラウザを使ってしまうと個人情報は抜かれたい放題、簡単にパソコンを遠隔操作されてしまう、そういった穴だらけの状態で危険すぎてとても使えたものではなかったんですって。ただですね、このブラウザはインターネットにつながるものではなく、北朝鮮の国内にいてそのネットワークにつながらないと使えない、そういったことが前提のブラウザですので、脆弱性だらけでも外国からの攻撃は受けにくいんですね。ですからひょっとすると北朝鮮はわざと脆弱性を作っておいて、政府からいつでも国民のパソコンにアクセスできるよう細工をしていた可能性もある。そのような可能性も示唆しておりました。これは確定ではありませんよ。そういった可能性もあるという結論だったわけなんですが、はい、どうでしょうか。これが北朝鮮の OS でした。いや、世界にはいろんな OS がありますよね。
そしてですね、実はこの動画、初めは北朝鮮の OS だけを掘り下げる予定ではなかったんですね。もともとは世界のヤバい OS 特集、こういった内容でお届けしようと思っていたんですよ。そう、実は北朝鮮以外にもロシアであったり中国、こういった国もヤバめの独自 OS を作っておりますし、それだけではなくハッカーしか使うことが許されない攻撃に特化した OS とか、その他にも世の中にはぶっ飛んだ OS というものがたくさんあるんですね。ですので今回はそれらを全部調べ上げまとめ上げてはいたんですが、いざ動画を作ってみると北朝鮮だけでこのボリュームとなってしまいました。ですので今回はここまでにしようと思いますが、そのうちまた続編としてですね、世界のヤバい OS 特集ということで残りの情報も動画化したいなと思っておりますので、興味のある方はぜひそちらもご覧ください。はい、ということで今週の動画が面白かった、ためになったという方はぜひいいねボタンで応援もよろしくお願いしますね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。